大阪万博は入場よりも退場の方が並ぶ。大屋根リングは夜9時以降上に上がれない。大阪万博で現金使えないの？言ったからわかる。絶対持っていくべきものとは。地球の国全部行く。5月初め、大阪万博に行ってきました。私は筑波、愛知、ミラノに続き4回目の万博マニアの私から見た大阪万博における注意点や裏技などをお伝えします。ゴールデンウィーク真っ只中の2025年5月3日、前日の深夜バスで東京駅から大阪難波に到着。電車を乗り継いで夢洲駅へ。大阪万博のために新しく作られた地下鉄夢洲駅は自動改札の数が多く、かなり大きな駅です。夢洲駅を出ると目の前に大阪万博の入り口、東ゲートが見えます。ちなみにバスは西ゲート前に到着するので、地下鉄なら東ゲート、バスなら西ゲートから入場します。大阪万博のチケットは日にちと時間を指定しなければなりません。時間は9時、10時、11時、12時と、夜間券は4時から入場です。9時開演なので朝一の9時チケットが良かったのですが、満員だったので10時に予約しました。9時枠はすぐに埋まるので、なるべく早めにチケットの日時指定をしましょう。さて、夢洲駅を出て東ゲートに向かいます。この時の時間は10時ちょうど。9時と10時の入り口が分かれていました。9時のチケットを持っていれば遅れていても問題なく入場できます。私は10時のチケットなので指示通りゲートに進みます。かなりの人がいましたが、入り口の数が多いので意外と待たずに20分ほどで入場することができました。テロ対策のため X 線検査、金属探知機などを使って空港の手荷物検査並みのセキュリティチェックをしていて万全ですね。万博の場内には水や食べ物の持ち込み OK です。ただし液体はカバンから取り出して液体爆発物かどうかの確認をします。厳重なチェックですね。セキュリティチェックの後に電子チケットをかざして場内に入ります。この時人が多くてネットがつながりにくく、スマホの電子チケットが表示されないことがあります。なので電子チケットは事前に紙にプリントアウトして持参しましょう。このように印刷した紙の QR コードで簡単に入場できました。大阪万博は国際博覧会として初の試みとなる全面キャッシュレスを導入しています。つまり現金が使えません。クレジットカード、電子マネー、コード決済などに対応していますが、スマホもクレジットカードも持っていない現金主義の方はプリペイドカードを購入する必要があるのでご注意ください。この日は雲一つない快晴、気温20度と気持ちいい一日でしたが、夏の暑い日や雨の日は列で待つのも園内を歩くのも大変。また大阪万博の会場は海のそばなので風が強いです。なので天候に合わせて帽子、日傘、レインコートを持参しましょう。大阪万博の会場全体は155ヘクタールで東京ディズニーランドの3倍、東京ドーム33個分の広さです。途方もなく広いのでマップは必須です。万博アプリでマップを見ても広すぎてスクロールしながら見てもよくわかりません。会場内のインフォメーションに行っても紙の地図は一切置いてません。なのでおすすめは紙のマップを持参することです。私は A3 サイズにプリントアウトしたマップを持参し、それを見ながら各パビリオンの位置を確認して移動しました。大きな紙の地図はとてもわかりやすかったのでおすすめです。多くの方は朝から夜遅くまで万博会場にいると思います。充電できる場所はありませんので、スマホの電池切れとならないようモバイルバッテリーを持参しましょう。大阪万博内にはコンビニが数軒あり、飲食店もありますが、激混み、そして非常に高いです。ホットドッグが約2、これ税込みですか？税込みです。すごいな。ビールは奥にビールいくらですか？キリン一番搾りが900円。あ、900円。へー。なるほど。せっかくなので、一食は万博で並んで食べるべきですが、私はスーパーの弁当やおにぎり、パンなどを持参して休憩の時に食べました。ペットボトルの水も持参し、飲み切ると給水所で水を補給しました。ただし給水所はかなり並んで待つので、おすすめは大屋根リングの上のトイレの脇にある給水所です。わかりにくい場所にあり、誰もいないのですぐに給水できますよ。トイレも大屋根リングの上は空いているのでおすすめです。大阪万博は東京ドーム33個分もあるので、とにかく広い。
地図を見ても行きたい場所が見つからないことがあります。また、各パビリオンの外でダンスや歌などのショーが頻繁に行われています。万博アプリに情報が載っていますが、よくわからないので、会場内にいる案内専門のスタッフに聞きましょう。東ゲートから入場し、大屋根リングのあたりに看板を持った案内専門のスタッフがいて、その日のイベントやおすすめのショーの場所や時間を教えてもらえて、かなり助かりました。常に同じ場所にいるわけではないので、見つけたら聞いてみると良いですよ。ここですか？ここですね。これか。ガンダムのもっと奥なんですね。これが何時から何時ぐらいまでですか2時から7時半までです。あ、じゃあもうやってんだ。大屋根リングは世界一の木造建築物としてギネスに認定されました。圧巻の作りで、さすが木造大国日本といったところ、大屋根の下を歩くと、一本一本の木々の組み合わせ、高さや大きさに圧倒されました。エスカレーターで上に上がると、景色が素晴らしい。昼間の景色も最高ですが、夜になると大屋根リングがライトアップされ、さらに魅力が増します。大屋根の木々が暗闇の中、光で浮かび上がるようで荘厳な雰囲気に圧倒されました。大屋根の上からの夜景は、各パビリオンのライトアップも見ることができて感動的。ただ、ここで注意点は、閉館22時の1時間前、9時以降は大屋根の上に上がれなくなります。エスカレーターはすべて下りとなり、階段、エレベーター前にはスタッフがいて上がらせてくれません。22時の閉館までに来場者をすべて退場させるための対応のようです。よって21時前に大屋根リングに上がって夜景を堪能しましょう。テレビなどでは大阪万博の入場時の待ち時間が長いという報道がされていますが、実際には帰る時の方が大変でした。5月現在、大阪万博の会場時間は9時から22時。各パビリオンは21時に終了。また、絶対見るべき水上ショー、青と夜の虹のパレードが終わるのも9時です。9時になると、スタッフや警備員から早く退場するよう促されます。よって、9時過ぎに東ゲート付近に多くの帰り客たちが殺到します。夢島駅からの地下鉄に乗り切れないため、東ゲートで15分ぐらい経ったまま待たされました。ようやく東ゲートから退場できても、地下鉄に乗るために大回りして500メートルぐらい余計に歩かされました。40分かけてようやく地下鉄に乗ることができました。1日疲れた後にこの40分待ちで歩かされたのは非常にきつかったです。家族は22時少し前に東ゲートから出たらほとんど待たずに地下鉄に乗れたということです。よって9時から9時半ぐらいが最も混むので、10時少し前ぐらいまで待ってから退場するとあまり待たずに地下鉄に乗れるかなと思います。または9時前に退場しましょう。予約が取りにくいイタリア館はイタリア館専用の公式アプリから予約が可能です。ただしこの裏技は知れ渡ってしまったので、かなり先の日まで満員で予約が取れない日が多くなっています。また、アメリカ館は通常3時間待ちと大人気ですが、毎時行われている英語ツアーに参加すれば、日本語ツアーよりも短い時間で入れます。ただし、緊急時の避難対応のため、英語が理解できますかと英語で聞かれるので、英語が理解できない方は参加不可となっています。最後に、パビリオン、イベントの予約について、大阪万博は予約をして指定された時間に行けば並ばずにパビリオン、イベントに入場できます。イタリア館、ガンダムなどは予約のみ、当日並んで待つこと自体できません。よって予約システムを活用することを強くお勧めします。予約は以下の4種類あり、万博アプリから行います。2ヶ月前抽選、7日前抽選は第1希望から第5希望まで登録し、どれか一つ当たるか全部外れるか、結果はメールで連絡が来ます。私はチケット購入時すでに2ヶ月を切っていたので、残念ながら2ヶ月前抽選は申し込めず、7日前抽選で三菱未来館が当たりました。またおすすめは3日前空き枠先着予約。これは抽選ではなく
早いもの順です。来場の3日前の深夜0時から予約スタート。私のチケットは5月3日だったので、3日前は4月30日、4月29日の23時半頃、万博サイトにログインして待ちました。そして30日の0時になった瞬間から3日前空き枠先着予約がスタート。どんどん埋まっていくので、空いている時間帯を素早く見つけて予約しましょう。0時30分にはほぼ全てなくなりますのでご注意ください。私はオランダ館を予約することができました。そして当日登録は万博入場10分後からアプリでパピリオンの時間を選択して予約できます。ほとんどが空きがない×で、三角は数席しか空いてないので、次へ進んでも結局空きがないと表示されて予約できないことが多いです。なので、丸を探して予約すると良いでしょう。さらに当日予約は一つのみ可能で複数予約はできません。よって一つ終了すると次の予約が取れるようになるので、なるべく早い時間の予約をして終了したら次の予約をしましょう。夜遅い時間の予約を取ってしまうと次の予約が取れなくなるので要注意です。以上、大阪万博の注意点、裏技などをお伝えしました。今回の動画は5月3日に私が実際に大阪万博に行って気づいたことのまとめです。ルールが変わったり、実際には異なることもあるかもしれませんのでご容赦ください。次回の万博はリヤドで開催予定です。リヤドエキスポ2030には絶対行こうと思っております。その時はまた動画にまとめますのでお楽しみに。以上、ご視聴ありがとうございました。